皆さんこんにちは、ミリアです。今日は慶應義塾大学の環境情報学部と上智大学の国際教養学部にどうやって合格したか話したいと思います。始める前にちょっとした注意事項なんですが、私は12年間インターナショナルスクールに通っていたので、AO と書類選考という形で受験に挑みました。この動画はインター生や国際バカロレア生向けです。では早速、上智と慶応両方で必要となる成績と SAT、そして AP と TOEFL などについて話させていただきます。SAT は大学進学適正試験って言って大学受験には欠かせない試験ですね。私の SAT のスコアは1600点中1340点でした。英語が720点で数学が620点となってます。ちなみに SAT は結構種類があって、この私が受けた SAT の他にもエッセイ付きのがあります。慶応と上智はエッセイなしでも平気なんですが、早稲田とか IC はエッセイ付きが必須なので SAT を受ける前に確認するのをおすすめします。あとコロナで SAT が中止になっているので、今年の受験者は大学のアドミッションオフィスに連絡したり、ホームページに受験者へアップデートがあるかチェックするといいかもしれません。UCLA とかアメリカの大学では SAT なしのアプリケーションも受け入れる方向に進んでいるので、もしかしたら SAT がいらなくなるかもしれません。で、あと高校がインターなので成績表はアメリカ式です。私の平均成績は4段階で 3.9 でした。上智と慶応のアプリケーションの締め切りは早いので、実は高校3年生の成績は全く含まれてませんでした。こういうケースも多いので、9年生から11年生の成績はとても重要になってきます。平均点を見るとすごく賢く見えるんですが、苦手な数学とかは普通に低かったです。苦手な科目で落としていた点は得意な科目の特進クラスなどを受けてカバーしてました。その時受けてた授業がアドバンスプレイスメント AP クラスって言います。私の学校はAP の授業が何科目かあったので受けましたが、なくても全然大丈夫だと思います。簡単に説明すると AP はアメリカの大学1年生のレベルの授業で、あと普通の授業と成績の基準が違うんで、授業を受けるだけで平均点を結構引き上げることができるんですけど、何よりも学年末に取る AP エグザムっていう試験でいい成績を残すことが求められます。ちなみにアメリカの大学だとその試験の5段階中3以上を取れば大学の単位として認めてくれるところが多いです。私は AP クラス5つ取って試験は6つ取りました。で、あとテストの成績は全て3から5の間です。で、あとTOEFL IBT は110点でした。で、ここから上智と慶応を分けて話します。上智大学は先ほど話した成績と点数以外に先生からの推薦状とエッセイを必須とします。あと結構重視されると思ったんですけど、上智のアプリケーションではあんまり使わなかったんで、課外活動とかは慶応の説明の方でカバーしてます。どうしてもアピールしたかったらエッセイに入れてもいいかもしれません。あと推薦状は得意な科目の先生や親しみのある先生に聞くのをお勧めします。私は英語の先生と生徒会の顧問に頼みました。推薦状を頼むときにレズメ、履歴書みたいなのを作って渡すのをお勧めします。そうすることで先生の負担も減りますし、推薦状を書く相手に自己アピールができます。私の履歴書には SAT、AP の点数、課外活動、取ってた特進クラス、私のスキルとかもらった賞とか書きました。
エッセイは主に志望理由を書きました。ジョッジはとても国際的ですが、もう日本の大学なのでアメリカの大学から求められるエッセイの書き方より日本の大学から求められるエッセイを書きましょう。もちろん少し自己主張はしましたが問題がぶれない程度にしました。私がエッセイ書くときに参考にしてたサイトを概要欄に貼っておきます。で、慶応大学は先ほど話した成績とスコア以外に先生からの推薦状、エッセイ、ビデオ、プレゼンテーション2枚を必須としてます。で、あとその他にも今まで受賞した賞や課外活動について書く欄もあります。で、あと推薦状はその上智の時に言ったみたいに得意な科目の先生や親しみのある先生に聞くのをおすすめします。で、慶応は私は AP の英語の先生に頼みました。で、課外活動はこんな感じです。生徒会は実は中学からずっと会員で、高1の時に初期、高2で副会長、そして今会長として務めてます。で、あと全米優等生協会、略して NHS は高2の時に会計、そして今会長してます。で、あとボランティア部も一応入部してたんですけど、別に役員とかではなかったです。で、あとバイトとかもちゃんと記録しました。学校外でもアーティストとして活動もしてたので、その参加したチャリティー個展や展示会やイベントも書きました。活動の他にも過去に受賞した賞もその欄に書きました。で、ここで大切なのがどんな小さい活動や賞でも書くことです。そしてできれば活動や賞にちゃんとテーマを作るといいと思います。教室の外でどんな人だと大学側に見られたいかっていうのを考えて、で、私はリーダーシップとアートが好きな子という印象を残したかったので、あえてそういう活動だけ書くことに絞りました。エッセイは自己主張を強めで書きながらしっかり志望理由も書きました。私の高校の先輩で慶応 SFC 在学生の人が慶応は変わり者が集まったところだから自己主張強めがいいよみたいなことを言ってたんで、それを参考に書きました。文章のスタイルはどっちかっていうとアメリカの大学から求められるエッセイの書き方を元にして書きました。Ivy League 合格者のエッセイとか参考にするといいと思います。で、上智と同じく私がエッセイ書くときに参考にしたサイトを概要欄に貼っておきます。エッセイが自己主張強めなので、プレゼントビデオは志望動機を本題にしました。プレゼンの1枚目は在学中どう過ごしたいか、そして2枚目はなぜ慶応に通いたいかとか説明しました。そしてビデオはエッセイとプレゼンのプラスアルファとして使いました。主に付け加えたいこと、強調したいことを語ったビデオにして、あと英語が喋れるのをアピールしたかったのでボキャブラリーとか発音とかちょっと意識しました。私はビデオ編集で他の受験者と差をつけたかったので、自分で描いたイラストとかも入れながら作りました。私のアプリケーションはこんな感じでした。個人的に両校合格できたのはアプリケーションにまとまりがあったからだと思います。アプリケーションを見た入学役員の方々が私がどんな人かイメージできるように心がけてました。それに志望理由を書く際にその学校の特徴を兼ねて書くのがポイントです。
中途半端だと読んでる側もなんかぶっちゃけどの大学でもいいんじゃないのって思ってしまうので、大学独特の何かを一つの志望理由にすると説得力が増します。私一人のアプリケーションですが、なんか参考になったら嬉しいです。で、もし質問とかあったらお気軽にコメントしてください。では、バイバイ。